皆さんこんにちは、パル先生です。このポッドキャストは初級者から上級者まで日本語を勉強しているすべての方に見ていただけます。自然なスピードで話しますが、少し遅いと感じる方もいるかもしれません。少し遅いと感じる方は倍速にして聞いてみてください。はい。ということで、今回は日本のテストでよく使われるマークについてお話しします。皆さん、日本のテストを見たことがありますか？もし見たことがある人は、こんな記号を見たことがあるかもしれません。丸、×、そして三角です。日本ではテストで答えが正しいときは丸、間違っているときは×が使われます。これはとてもシンプルですよね。でもこれだけではありません。日本のテストにはもう少し細かい意味があります。例えば、先ほど少し出てきた三角。はい。これは、ちょっと正しいとか、惜しいという意味で使われます。つまり、丸は正しい。三角はちょっと正しい。×は間違いという感じです。この三角はみんなにとっては少しわかりにくいかもしれません。なんでかっていうと、正しいか間違いかだけじゃなくて、どのくらい正しいかも考えているからです。そしてもう一つ日本にはマークがあります。それが花丸です。皆さん花丸聞いたことがありますか？花丸は大きな丸に花のようなデザインがついたマークです。これはとてもよくできましたとか素晴らしいという意味で使われます。普通の丸よりももっといい評価です。小学校などでは先生が子供を褒めるときによく使います。ただ正解かどうかだけじゃなくて、頑張ったねとかいいねという気持ちも一緒に伝えているんです。そしてこのようなテストのマークは日本のアニメにもよく出てきます。例えばドラえもん。ドラえもんではテストのシーンがよくありますね。そしてのび太くん。のび太くんのテストを見てみると、いつもバツ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 。全部バツということがありますね。はい。ここでちょっと面白い話をします。もし日本のテストを初めて見る人がいたら、少し勘違いするかもしれません。例えば、チェックマークです。このチェックマーク、多くの人は正しいという意味だと思いますよね。だからテストにチェックマークがたくさんあったら、すごい全問正解と思うかもしれません。でも、日本ではチェックマークが間違いや確認の意味で使われます。つまり、日本のテストでチェックが書いてあったら、これは正解という意味ではなくて、間違いという意味なんです。ちょっとびっくりした人いますか？実際に日本語を勉強している方の中には、チェックがいっぱいある、やったーと思ったら、後で全部違うよと言われてショックを受けたという話もあります。でもこれも文化の一つです。
日本では間違いをはっきり見せることで、どこを直せばいいかをわかりやすくしています。そして同時に、花丸のように、いいところはしっかり褒めます。つまり、間違いをはっきり伝える。いいところはしっかり褒める。この両方が大切にされています。ただ正解かどうかだけではなくて、その過程や努力も大切にしているということなんです。はい。ということで、今回は日本のテストのマークについてお話ししました。今日も最後に少し質問を用意しています。皆さんチャレンジしてみてください。では早速1問目。日本のテストで丸はどんな意味ですか？ A、間違い。B、わからない。C、正しい。答えは C の正しいです。じゃあ2番。三角はどんな時に使われますか？ A、完全に正しい時。B、少し正しい時。C、完全に違う時。答えは B、少し正しい時です。3番、花丸はどんな意味ですか？自由に考えてみてください。最後、4番。日本のテストでチェックマークがたくさんあったらどんな意味ですか？ A、全部正解。B、間違いや確認のマーク。C、何も意味がない。答えは B の間違いや確認のマークです。皆さんどうでしたか？全問正解できましたか？では今日も皆さん聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。